船も飛行機も出ないの？ええ、この時期こんな天気は珍しいんですが。このホテルのオーナーが指里とここを結ぶ船や飛行機を持ってるそうじゃないか。ははん、この天候を利用して俺たちに金を落とさせる気だったりして。ご冗談を。はあ、ラウンジで一杯やるか。そうだな。そういえばここのオーナーってセニョール・ベラスコだろ？大富豪のか？ああ。私のスーツケースを。はい、セニョール。ああ、おはようございます、セニョール・センデル。私に何か伝言は？いえ、今日もございません。すみません、セニョール。大丈夫ですか？ほんと変わり者だこと。誰がだ？センデルさんですよ。いつも一人ぽっちでああして散歩だけの毎日。何が楽しいのかしら。どこにだっているさ、ああいう陰気な男は。私は気が知れないわ。あや、雨か。こんにちは、キートンさん。ああ、こんにちは。残念だけど今日は外に出られないわね。そうとは限りませんよ。え？雲の層が薄くなってます。この雲の動きだと30分以内に止みますよ。ちょっと失礼。ちょっと足を。やっぱりエーゲ海産の海菊貝ですよ。この貝の飾り物とここで出会おうとはな。この貝は7000年前にこの島にオリエント農耕が伝わっていた証拠かもしれないんです。ほう。あの上も調査してみたいんですけど。あそこは島一の実力者セニョール・ベラスコの屋敷です。果たして許可してくれるかどうか。定説よりもずっと西まで農耕は広がっていたのかもしれないな。ここに滞在して1年になるが、あなたみたいに楽しそうな客は初めてだ。すごい美人ですね。あの話し方だとこの島の人ですね。身なりからすると大金持ちでも令嬢ってんでもないな。なかなかの観察力ですな。彼女愛人です。愛人？
セニョール・ベラスコの女です。もともとはここの漁師の娘だ。はあ、セニョール・ベラスコって人はまるでこの島の王様ですね。あ、ちょっといいですか。いやー、懐かしいな。大好きだったんですよこれ。小さい頃に親父が買ってくれましてね。雨の日でも乗ってたもんですよ。あなたは不思議な人だ。鋭い観察眼を見せたかと思うと、まるで少年のようにブランコで遊ぶ。どうです、センデルさんも一緒に。いや、私は。どうしました、センデルさん。キートンさん、一つお願いがあるんだが。何でしょう。ある男を観察してほしい。そして彼がどういう人物に見えたか感想を聞かせていただきたい。マンウォッチングゲームですね。いいですよ、受けましょう。あの中央にいる男です。まあすごい。この前の取引、君の口添えのおかげで万事うまく運んだよ。そうか、それはよかった。いやー、本当にありがとう。君を友人に持てたことを誇りに思うよ。これからもよろしく頼む。なんだ、最初からそれが言いたかったのか。おいおい、そらないだろう。いやー、助かったよ。ああ、よかった。じゃあまた来週。気をつけて帰ってくれ。何、これぐらいの酒で潰れるような俺じゃない。おやすみ。美味しかった。旦那様。ああ、さあ行ってくれ。スーツは地味な色ですが、生地も仕立ても一流でしたね。ひげも髪も整っていたし、相当な金持ちだと思います。その通り。あれが例のセニョール・ベラスコです。豪華な邸宅、贅沢な食事に酒、友人たちからの尊敬、そして極上の愛人。世界一幸せな人物だ。そうでしょうか。私は不幸な人だと思いました。人生に退屈しきっている。感動もない。そしてそのことを知っている。ありがとう、キートンさん。しばらく私の昔話に付き合ってもらえますか。私は長い間一人で戦争を続けてきた。そう、この50年間ずっと。今から50年前、スペインで何があったか知っているかね。スペイン内戦ですね。そう、ハプスブルグ家の統治が終わり、この国には2つの政府ができた。自由を信じる共和政府とフランコの率いる軍事政府。戦況は圧倒的にフランコの有利。しかし多くの国の若者たちが義勇軍として共和政府に味方した。当時18歳だった私はファシズムから祖国を守ろうと共和国に参加。招待を任されていた。私の招待にはソ連から派遣された2人の軍事顧問がいた。1人はトムスキーという流暢なスペイン語を話すエリート。もう1人はアレクセイエフという名の叩き上げの軍人で
爆発物の専門家だった。彼らは社会主義の理想を実現するために共に戦った。センデル！私はもうダメだ。構わず先に行け。センデル！我々は国籍や立場を超え固い友情で結ばれていった。我々の永遠の友情のために。どうしたトムスキー？いや、このところ本国からの支援が少なくなっている。それが気になってな。都市部では食料が不足し始めている。本国は一体何を考えているんだ？仕方ないさ。我が国もそう豊かじゃないんだ。この国がどうなってもいいというのか？そうじゃないが。おい、喧嘩はよせよ。たった今友情を誓い合ったばかりだろう。そうだったな。すまん。もしも我々に死ぬ時が来たら、あの花火のように美しく燃え尽きようじゃないか。ああ。しかし我々の友情は長くは続かなかった。私はアレクセイエフを裏切ってしまったんだ。花火の村でのことだ。私とアレクセイエフは同時に一人の少女に恋をした。俺はスペイン語が書けない。俺の気持ちを彼女に伝えたい。手紙を書いてくれないか。私は心を込めて書いた。私自身のために。彼は祝福してくれた。私の裏切りも知らずに。しかしそれは彼女が。いや、当時の我々は英雄だったんだ。彼が先に結婚を申し込んでいればきっと。その頃から戦況は次第に悪化していった。長引く戦いにスターリンは支援の縮小を決意したのだ。これだけの武器であの村の陥落など無理だ。多少の無理は承知の上だ。負け戦と分かっていて戦おうというのか。落ち着けトムスキー。お前は変わった。以前のお前はもっと理想に燃えていた。理想。お前は二言目にはそのセリフだ。なあアレクセイエフ、一体この世界のどこに理想国家があるというんだ？貴様！やめろ！クソ！ねアレクセイエフ！トムスキーが祖国の命令で極秘で何をやっているか知ってるか？奴はこの国の解体した大地主や資本家から金品を没収してそれを本国に送っているんだ。なんだって？今の祖国は腐りきっている。権力を維持するためだけに動いている。俺たちには近々帰国命令が来るだろう。本国へ帰るのか？このまま腐り果てた祖国を放っていくわけにはいかない。しかし今のソ連では君は裏切り者として罰せられるかもしれない。君はやけになっているんじゃないのか？私が彼女と結婚したから。バカなこと言うな。
俺の記念だ。また必ず戻ってくる。アレクセエフ。しかし彼は二度と戻らなかった。あの頃ソ連で何が行われていたか知っているかね。血の粛清ですね。他国の豊かさを知ってしまった兵士たちをスターリンは許さなかった。ではアレクセイエフさんも？彼は反政府グループの力を借りて逃亡者となった。そして私に驚くべき伝言をよこした。彼はトムスキーに売られたのだ。しかもトムスキーは愛国心のために密告したのではなかった。彼は帰国後数ヶ月で再びスペインに戻り、名を変えこの国の者として住み着いた。没収した金品を自分の亡命資金に充てたんだよ。そしてそれを知るアレクセイエフを裏切り者に仕立て上げた。トムスキーこそあのベラスコだ。もしもあの時アレクセイエフが結婚していれば、彼はスペインに残っただろう。私はいつもトムスキーの近くで生きてきた。それがアレクセイエフに対するせめてもの贖罪だった。その後アレクセイエフさんは40年間ソ連内を逃げ回った。しかしとうとう国から出ることはできなかった。去年彼から最後に届いたのがこのカバンだ。伝言がついていた。1989年3月19日を待て。それまで私からの連絡がなければ、君に与えた時計を使い望みを叶えてくれ。明日3月20日は我々の小隊が解散してちょうど50周年にあたる。彼の時計は実に正確だった。今はこのカバンの中だが。まさか。これは爆弾だよ。これでトムスキーを殺すつもりだったのだろう。今日伝言がなければ私にやれということだ。私は50年間このためだけに生きてきた。しかしセニョール・キートン、あなたが私を変えてしまったようだ。私はこんなことに至福を見出していたとは。人目を気にしてブランコにも乗れない不幸な大人なのに。私は君にかけたんだ。君から見てベラスコが私と同じように孤独で不幸な男に見えたら、伝言は放棄しようと。待ってください。ここじゃ爆発させられんだろう。時計の単身が12時間後に0時の位置に接触。電流が流れて爆発する仕組みだ。これなら解体できる。やっぱり解体はやめましょう。砂浜で爆発させませんか。3月20日午前0時、ここにアレクセイエフの伝言並びに遺言を解放する。何？花火のようだ。こんな夜中に？以前同じような光景を見たことがああんなもの一瞬で終わってしまう子供騙しよ。る。出て行け。え？この部屋から出て行け。祭りの時のアレクセイエフの言葉を思い出したよ。不思議だ。花火を見ていると何もかも許せる。自由のない国家も醜い裏切りも
そして死にゆく人の定めも何もかも許して生きてゆけるような気がする。太古より人々と共にあり、同時に忌み嫌われてきたもの。時として人に富と権力を与え、時に人生に終止符を打つ者。彼の名は毒。今ここにその甘美なる死の魅力に惑わされた男が一人。次回禁断の実。